お待たせいたしております。ああ、すいません。ありがとうございます。しょっぱなから、はい、始まったばかりですので大丈夫ですよ。はい、タカでございます。始まりました。ちゃちゃっといきましょう。一番レオナさんこんばんはでございます。猫魔人さんこんばんはでございます。アルトさんこんばんはでございます。あやかさんこんばんはでございます。レニさんこんばんはでございます。あいましょうさんこんばんはでございます。CCA さんこんばんはでございます。トコさんこんばんはでございます。YTR334S さんこんばんはでございます。みかんちゃんさんこんばんはでございます。みこさんこんばんはでございます。寒いですね。うちの周辺はみぞれが降っておりました。ちなさんこんばんはでございます。M さんこんばんはでございます。チャックさんこんばんはでございます。ステゴマさんこんばんはでございます。あきねさんこんばんはでございます。ゆひさんこんばんはでございます。なすけさんこんばんはです。ございますでございますでワンでございます。みちーさんこんばんはでございます。まさみさんこんばんはでございます。ヘムチンさんこんばんはでございます。ファイアウトさんこんばんはでございます。ベタキーさんこんばんはでございます。ドラミさんこんばんはでございます。ひとみさんこんばんはでございます。ブンさんこんばんはでございます。メタルさんこんばんはでございます。メタルキャットさん、こんばんはですでございます。サイクスさんこんばんはでございます。イニゴさん、こんばんはでございます。寒い中配信。まあまあ、お家は、冷え込みますが、まだ外にいるわけではないので全然大丈夫ですよ。ごまさんこんばんはでございます。クレハさんこんばんはでございます。スワンさんこんばんはでございます。仲間由さんこんばんはでございます。ポカラさんこんばんはでございます。こちらまだ読み方が分かってないですが、イブさん、イブフォーイーラさん、エランさんなのかな分かんないけど、正解を教えてくださいね。こんばんはでございます。ミサさんこんばんはでございます。ヨコさんこんばんはでございます。あつしさんこんばんはでございます。7月、夏はですね、頑張りますよ。花屋ノード大丈夫なんとか大丈夫ですよ。また久しぶりの声を出すので、むせるときはあるかと思いますが、はい。お気遣いご心配いただきましてありがとうございます。横浜雪が積もり始めました。あら、うちの周辺も降るのかな降るっていうか積もるのかななんか、今日、買い出しに行った時に、雨かと思ったら、みぞれになってましたからね、なんか、これから明け方にかけてもしかしたら雪に変わるかもしれないですね。うん。夜更けすぎに雪へ変わるかもしれないですね。はい。そんな感じでコメントは追いつきましたね。では、始めていきたいと思います。大樹さんこんばんはでございます。115かなまあまあ、はい、キャスネリ始まります。スタートしたいと思います。改めましてこんばんはでございます。ガルネリウスのタカでございます。ちょっと待ってくださいね。私、1個なんて言ってんだろう。準備を、すべて終えて、今日ちょっとね、バタバタしてたので、ギリギリに準備を終えて、さあ、すべて整った大丈夫と思ってたんですけど、整っておりませんでした。ちょっと待ってください。一瞬消えるかもしれないですけど。コーヒーをね、遠くのテーブルに置いたままでした。失礼しました。はい。こんばんはでございます。ちょっと待ってください。なんかいろいろね、またいろいろ拍手等々いただいております。すいません。ありがとうございます。何もしてないので大丈夫ですよ。何もしてないし何もしないと思いますよ。大丈夫ですよ。山下達郎の、知ってる世代がいて安心。
すいませんね、ちょっとね、鼻も、そら出るさ。途中くしゃみが出るかもしれないけど、間に合えばマイクはオフにします。すいません、本当に。ツアー開催決定おめでとうございますね。ようやく発表できましたよ。もうずっと、すいません、ありがとうございます。本当に。すいません。はい、ありがとうございます。何もしてないし、何もしないよ。まあまあ、ツアーのね、去年のツアー中にツアーやりますって言えるぐらいなんだで、いろいろもろもろスケジュールの確保だったり、箱の仮押さえだったりはしてたので、すいません、ありがとうございます。本当申し訳ない。メンバーからすればですね、いつ発表になるんだろう、まだ発表しないんだろうかっていう感じでいたんですけれども、ジャコさんかな、こんばんはでございます。すみません、ありがとうございます。皆さん、落ち着いてください。大丈夫ですよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。佐藤さんは挨拶してなかったかな。佐藤さん、こんばんはでございます。で、バッシーさんかな、こんばんはでございます。はじめまして。よろしくお願いします。私、タカと申します。はい。ちびちびルルピさん、こんばんはでございます。ガルネスツアー発表されましたね、本当にね。ちょっと待ってください。他、抜けてる方いらっしゃらない？大丈夫？私、結構ね、それが怖いんだよ、毎回。ヤコさん言ったでしょ？あと、映像発売とツアーが、映像発売に関してはまだ日程出てないんだよね。そろそろ出すはずなんですけど、真夏なので、やる側も見る側も大変ですよね。特に会場まで、現地着いて会場入りするまで外で皆さん待たされるわけじゃないですか。その時がちょっと大変ですよね。水分補給と怠らず、本当熱中症とかね、気をつけてください。箱によってはね、クーラーをガンガンに効かせてても暑いところがありますので、ちょっとね、この辺の体調管理、なるべく最後までね、倒れることなく楽しんでいただけるようにしていただきたいので、ステージはね、ガルのステージって結構、温度調整で厚めに設定するんですけど、お客さんのその客席のフロアに関しては結構冷やしてもらえるようにはしているはずなんですが、どうしても、場所によっては、ステージ上の空調と客席フロアの空調と温度設定が同じだったりしてしまうこともあるので、そういった時にですねステージと同じぐらいの暑さを我慢しなきゃいけないっていう、何の耐久レースだっていう感じになってしまうこともあるので、なるべくね、体調万全にしてお越しいただければと思います。本当に。今回福岡が初日なのは何か理由が、多分、箱のスケジュール的なものだと思います。うちらが取れた、その福岡がどうのこうのじゃなく、全部の箱の空いてるスケジュールで組み立てた結果、福岡が最初になったんじゃないかなと思いますね。ここ最近のツアーでは、関東近郊をやってから遠征みたいな感じでやってたんですけど、多分その箱の取れたスケジュールとか、あと、うちらの移動スケジュールも考えて、一番無駄なく経費のかからない感じで組んだらこうなったって感じだと思いますね。特に、この日をここで、初日にしてやろうとかっていうなんかそういう思惑はないと思うんですけどね。映像作品が楽しみですね。そうですね。楽しみにしていただければと思います。映像チェックで何回か見ましたけど、見応えがあるものになってるんではなかろうかと思います。はい。
13日金曜日からの開催、何かホラーな展開が、そうですね、すみません、ありがとうございます。まだ何もしてないし、何もしないですよ。ホラー展開ね、あるかもしれないですね。もしかしたら、なんか、仕事になんか変な髪の赤いおっさんが映ってるんですけど、あれは幽霊ですかっていうような感じになるかもしれないです。21年長野の夏、21年長野の夏、なんだろう、すごく暑かった昔のジャンクボックスの時ごめんなさいね、ちょっと。これは、痰が絡むのは年だからかな。今日眠たすぎて起きてられないかもしれません。すいません。眠たい時は寝てください。アーカイブありますんで、全然大丈夫です。姫宮さくらさん、こんばんはでございます。この30分前、シルバー・フォー・フロンティアさんライブ配信に見てた。シバー・オブ・フロンティアさん、ギターのりょうくんがいるとこだね。一度ちゃんと、生で見てみたいですね。会場の確保のスケジュール組み立て、本当にね、なんだろう、特にですね、いつからだっけな、コロナ前からそうだったんですけど、大きめのホールが、改修だったり、改修建て替えだったり、あと、終了とかで、工事に入ってしまって、中規模ホール以下、小規模ホール、大規模ライブハウスで、どんどん小さくなっていくわけですけど、そういうところが、言ってみたら、それまで大きめのホールでやってた人たちが取れない、使えないから、言ってみたら、アリーナクラスに行くか、中規模ホールに行くかってことになるわけですよね。だから上からどんどん下がってきたので、うちらみたいな規模のバンドは、なかなか普段通りの箱が取りづらい状況が続いてたわけですよ。で、コロナになってコロナ明けもですね、結構、いろんな、大人の事情もあって、会場の争奪戦が続いてるわけです。ここ数年。なので、思ったように組みづらいっていうのはあるんですよね。ほんとごめんなさい。で、今回ちょっとね、ファイナルが東京じゃないっていうのもね、いろいろそういう意味もあるんですけど、なかなかいい日程、特にね、週末、いい箱が取れないよっていうのは、本当争奪戦なんですよ。で、どこの会場もそうなんですが、基本的に1年前から、仮押さえというか、予約ができるんですけれども、なかなかね、スケジュールが確定しないと、その仮押さえをしたところで、本決定までの期限っていうのが結構ね、短くて、それまでに正式回答出さなきゃいけないところで間に合わなかったりとかで、ガルの場合ね、結構いろいろ慎重なので、運営さんが、もう本当にガチガチに決まったところで決定するんですけど、その時期になるともう遅いよっていうのがあったりもするんですよね。なので、いろいろ難しいところなんですけど、争奪戦にいろいろ負けるっていうのは、言ってみたら大手事務所だったり、大手なところが、もう結構年間を通していい日を抑えてたりですね。会場側もですね、ここはね、想像はつくかもしれないですが、忖度っていうのがあるわけですよ。今後の付き合いを考えると、大手さんに優先して取らせてあげたいから、こっちの仮押さえが入ってるけど大手さんに譲るからあんたたちキャンセルねみたいなこともあるわけですよね。毎回それが起きてるわけじゃないんですけれども、どこかしらで、聞く話ではありますね。ガルの方でもあったかもしれないですけどね、そういうのもね。いろいろね、その大きめの会場になってくると、ガルがそれこそやったことないような大きめの会場になってくると、音楽関係だけではなく、その企業のイベントもあるわけですよ。だから、特にね、その春とか、卒業入学シーズンになると、大学だったりが、武道館を抑えてたりとか、企業さんもね、
入社式をどこどこのホールでやったりとかってなると思うんですけど、そういうのって基本的に毎年必ずやるじゃないですか。なので、もう、なんか毎年ここでやるって確約してるところは、結構そこは固定で動かせなかったりするんですよね。本来1年前になったら、到達戦が始まるんですけど、すでにもうそこは、どこどこで抑えられてるから無理ですよ的なのもあったりするのでね。だから絶対的にこう、箱の数が減ってくるとですね、活動できる場所っていうのがやっぱ奪い合いになって難しくなるっていうのがあるんですよね。なかなかね、難しいです。ね、そういう感じもあっての、こんな日程でございますが、まあ、他のお目当てバンドさんたちと被ってなければ、いいんですけど、まあ、被ったらできればね、うちらとしては、ね、こっちを来てくださいって言いたいですけど、被った他のバンドさんからしてみても、うちに来てねっていうこともあるでしょうから、そちらはもうね、判断はお任せしますけど、ね、もう被ってしまったら本当ごめんなさいって感じです。すごいよろしければ、うちに来ていただければと。本当に。この日のガルスの初日、福岡になりくださいね。福岡、なんか福岡の初日って久しぶりだよね。まあ、初日の独特な、緊張でガチガチなピリピリした雰囲気がまた味わっていただけると思いますので、楽しみにしてください。リクエストどうなんでしょうね。全く何もそこら辺、すみません、ありがとうございます。何も聞いてないのでわかんないですけど、まあ、もしまたリクエスト募るんであれば、そろそろ、公式さんの方で動きがあるんじゃないかと思いますけど、どうなんですかね。逆になんか今度は別に聞きたくないよっていうこの曲は今回のツアーでやらないでくださいっていうリクエストを取ってみるのも面白いかもしれないですね。なんか、それで、今回のツアーでは聴きたくないよ、堂々1位になった曲はこれですって1曲目にやるとかね。ねマサオさんこんばんはでございます。体調が悪いところ、万全ではないですけど、悪いっていうほどでもないと思います。鼻が出るのと、痰が絡むのと、咳が出るのと、意外と体調悪いな言葉に出してしまうと。そうこちらもまた読み方がまだわからない方ですね。これは本当に、これフリードなのか、何なんだな。E までだとフライドなのかな。フリーでライクなさんかな。本当にわかんないんだよ。読み方が全然わからないんだけど。正解を教えてください。こんばんはでございます。本当に。仙台でお待ちしてます。CCA さん。はい、仙台行きます。仙台って確か平日だったような気がするんだよな。申し訳ないけど。土平日だったと思うけど、来てください。ありがとうございます。私はみんなで考え聞かれるですが、ヘビメタル業界の明るい未来実現されたんだもん。ヘビメタに限らず音楽業界っていうか、クリエイター関係の業界は結構厳しいですからね。なので、ガレージライブ最優先、ありがとうございます。そう言っていただけると、本当にありがたいです。最優先していただいて、後悔しないようなライブにしていきたいと思います。去年、ゆうきさんがおっしゃっていたメンバーのリクエスト、絶対、メンバーからリクエスト、そしたら多分俺ベース弾かないで済むような、各アルバムの、なんか、最後の SE 曲選んじゃいますよ。ベース入ってないやつとか入れちゃいますよ。あとなんか、シュウ君ソロとか、小野さんソロの曲とか入れちゃいますけど。犬丸さんこんばんはでございます。これね、仙台ね、火曜日でしたよね。なので、お仕事終わった後、
間に合うようであれば来ていただきたいですね。本当に。すいません、ありがとうございます。本当、大阪行く、ゆうきさんありがとうございます。大阪もね、なんだろう。大阪はですね、大阪、特に神戸はね、今回なかったよね。大阪、関西になると、ね、シュウ君の気の入りようもいろいろ変わってくるので、また、エモいライブになるんじゃないでしょうか。一応私も大阪出身なんですけど、そこら辺のね、人間的に必要な、感情が抜け落ちてるダメ人間なもので、あんまり感傷的にならないんですけど、一応私も大阪出身なので、毎回大阪ライブは凱旋ライブなんですよね。そう見えないでしょうけどね。一応ね、本当は毎回の大阪ライブの時に、感動しなきゃいけないんでしょうけど、特にね、チキンジョージなんてね、この前やった神戸のチキンジョージなんて、まだ MI の音楽学校生だった時かな、一回出たことがあるんですけど、卒業したっけな、卒業した後だっけな。その時は講師バンドのサポートベーシストとしてやって、それが今度自分のバンドで出れるようになってって、本当は感動するものだと思うんですけど、私は本当にいろんな感情が欠如しておりますので、みじんも嬉しくなかった、嬉しくないっていうかね、感動しなかったんですよね。ここだけの話ね。久しぶりに見よう、チキンジョージ、建物変わってて全然違うって思ったぐらいね。ね、いろいろあるんですよ。ほんとね、ここら辺のね、感情の欠如、ここら辺が、ネックになってくるんでしょうね。だから、人の心を打つベースが弾けないんだろうな。弾けなくて後悔する方も言って後悔は絶対しない。いや、本当そう言っていただけるようなライブにします。本当に。ねえ。そんなところなんですが、ちょっと待ってください。咳をします。ちょっとね、本当痰が絡むのは別にタバコ吸いすぎてるわけじゃないですよ。そんな吸ってないんですよ。乾燥が空咳が多いんですよね。で、そうだ。今日も私、コーヒーでいただきたいと思います。皆様も何かしらお飲み物、食べ物、何でも、飲み物、食べ物がなければ、そこらに落ちてるペンでも何でもいいので飲み込んでください。ではでは、寒さに負けずに乾杯でございます。さっき入れたのにもうぬるい。待って、これは俺の目が悪いから、待って、これ濁点ついてる。バランスさんかな。ちょっと待って、本当にね、見えない。バランスさんでいいのかな。XL さん、こんばんはでございます。大阪参戦予定。メラクラブクワトロはアルディアス以来で、そうなんですね。クワトロがね、どんなとこだったかいつも忘れちゃうんだよな。ほうじ茶で乾杯。いい感じ。寒いと、あったかいお茶っていいですよね。やっぱり日本のお茶っていいなと思う。感情が欠如中に臭いこと言う。私はどっぷり中二病ですからね。ルイボスティーで。おしゃれ。自分だけだと思うんですけど、ルイボスティーって文字を見るとね、どうしてもディアゴスティーニを思い出してしまうんですよね。いや別に、共感はしなくていい。大丈夫ですよ。ルイボスティーニって言いたくなる。多分私だけだと思います。デトックススープ作りながら乾杯。そんなデトックススープってものがあるんですね。何をデトックスできるんでしょう。お水で乾杯。健康的。私、水だけって基本飲めない人なので、あんまりね、ステージドリンクで水は飲めるけど、普段水だけって飲めないんですよね。だから、
コーヒーなり紅茶なり、お茶なりにしてるんですけど、本当はね、お水をいっぱい飲んだ方がいいんですよね。なんか健康的でいいっすな。ファンシーさんこんばんはでございます。今回のツアー青鬼くんは参戦するのか。まあ、青鬼くんはですね、いつもサブとして持ってってるんですけど、まあ今回別にそれをメインにしてもいいんですけどね。なんだろう。ここら辺のなんだろう、こだわりというか、別になくてですね。一応、赤も青も同じ仕様ではあるんですよ。個体差による音の違いはあるんですけど、ね、まあ、USP さんに作っていただいた時に赤鬼が一応メイン扱いとして作ってもらってるので赤にしてるだけなんで、まあ気が向いたら青になるかもしれないですね。宇宙ロックで乾杯、大人。ウイスキー水割りで乾杯、大人。美味しい無糖で乾杯。美味しい無糖、その無糖になった飲み物は何なんだろう。なんかジュース系、コーヒー、紅茶系なのかな。赤ワインで乾杯、おしゃれ。ジンジャーエールで乾杯、あら、ゆきさんみたい。やるそのつなんか先方が乾杯、左右。大人。なんか、かっこいいな。健康に皆さん気遣ってる感じ。カフェオレ乾杯。と思ったらさ、飲みすぎて健康なくなってました。それは気をつけましょう。ねえ、薬飲むのを思い出しました。あら、大丈夫ですか、ヨコさん。体調を崩してるんでしょうか。レモンスカッシュで乾杯。いいですね、レモンスカッシュ。小中学校の頃、私の一番好きな、外食先で飲む一番好きな飲み物はレモンスカッシュでした。第2位が僅差でメロンソーダ。午後の紅茶美味しい無糖。ああ、なるほどね。わかります。午後の紅茶ね。美味しい無糖。午後の紅茶って美味しいですよね。昔、小学校の頃かなで初めて商品化されて出たの。めっちゃ飲んでましたね。日本にいるときはゴコティーが一番飲んでて、で、アメリカ行ったときはリプトンを一番飲んでたのかな。なんかまあ紅茶はよく飲んでたかな。そんな感じですが、ちょっと待ってくださいね。なんかすげえテカってるので。で、買い出し行ってボサボサのままなので、ちょっと申し訳ないんですけど。でね、ちょっとヒゲもね、2日ほど剃ってないんですよね。この前ね、ちょっと兄貴に会ってきまして、その時にヒゲを剃って以来なんですよね。なので、汚いですけど、すいません。デトックスソース、シボネーションスープ。へー。トマト、人参、セロリ、キャベツ、ピーマン、玉ねぎ、ヨ汁で作るスープ。あら。体に良さそう。ですが、コンソメ。飽きたらカレー粉で味変。1週間続けて。へー。ご飯類は食べちゃいけない。はぁ。拷問ですな。これは、なんかおいしそうではあるけど、ご飯類食べちゃいけないって。何ご飯は毒なのご飯がないと1週間は無理かもな。まあそんな感じですが、ちょっと待ってください。今日は早々と行きましょう。ちょっとね、今日いろいろバタバタしてまして、残念ながらコンビニに寄れなかったんですよ。なので今日は、スーパーのものでございます。そういえば、毎回ね、当たり前のように私、なかなか配信してますけど、皆様の延長コインのおかげです。本当にありがとうございます。なんか、こういう、なんだろう、細かいところを気を配らなくなったっていうのがちょっと嫌ですよね。当たり前のようになんかもう延長してもらえるもんだと思っちゃってるところがいけないところですね。こういう、なんだろう、配慮がない、気遣いができないところがダメなところですな。
お兄さんのお話聞かせてください。まあ別に、なんだろう。家族の話をしてただけなので、特にあれですけどね。まあ、久しぶりだったので、近況報告から始まりみたいなね。ちなみに、この前作った額でございます。部分塗装と墨入れしかしてないです。で、こちらも、デカールは貼っておりません。いろいろ部分塗装はしたんですけど、わかりますかね、ここの足の、あんま見えないか。白い部分だったり赤い部分だったり。ちょっと塗ってみました。で、今日、完成したばかりでございます。これは多分リバイバル版だよね。こちらに関しては、まあ、ほぼ見えないところのスラスター部分の黒を塗ったりしたぐらいですかね。本当ね、ちょっとね、わかんないだろうけど、ここのね、オレンジの部分あるでしょ？クリアパーツなんですよ。でも、そのまま作ると、クリアパーツがゆえに、このね、濃い青の、プラジが透けるから、ここまではっきり色が見えないんですよ。真っ暗な感じのオレンジになっちゃうんですよ。まあ、それが嫌だったので、私ここにですね、銀色のテープを貼って下地っていうか裏地を銀色にしたので、ちょっとね、完全に素組みの時よりも、中がキラッとしてるから見えない、ソードでが邪魔で見えないオレンジがまだ見える感じでございます。はい。そんな感じで、はい。プラモデルも作りつつ、練習もしつつ、やらなきゃいけない作業もし、日々過ごしておりますが、相変わらず誰とも喋らないので、本当兄貴に会った日以来、声を出しております。本当無事に出てよかったです。そんなこんなで、どうしよう。こんねこは、今回プチモンブランと、濃いいちごシュークリームを、買ってきました。シュークリームからでしょうか。いやー、なんかね、まあ、去年かな、兄貴に会ったのって去年のいつぶりだったかな、忘れちゃったけど、なかなかね、いろいろ、スケジュール的にもなかなか会えなくてね、兄貴、まあ、出張も行ってたし、いろいろ大変だったみたいで、まあね、まあ、今後ね、ちょっとうちの本当家庭の事情なんですけど、まあ知ってる、ご存知の方はいらっしゃるとは思うんですが、まあ、それはね、知ってる方は知ってるって当たり前なことだけど、ね、パッケージを見せます。見えるかな？こんな感じ、なんかいろいろ書いてあります。うちの親がね、もう、20何年前に、忘れちゃったけど、大阪からですね、沖縄の離島に移住しまして、で、まあそこで、まあ歯医者をやってたわけなんですよ。で、まあもともとうちの父の夢というのが、子供たちが巣立ったら歯医者のない村に行って医療奉仕がしたいっていうのが、老後というかね将来の夢だったんですよ。で、まあ、場所は決めてなかったんですけど、たまたま行った初めての沖縄旅行で、そういう歯医者がない村で、歯医者を探しているところがあるよみたいな話を聞いて、訪れてみたらトントン拍子で決まってみたいな感じで、で、まあ、島での、診療っていうか、歯医者としての、歯科医師としての、仕事っていうのも何年も前に引退したんですけど、今はもう那覇の診療所の院長をやってるんですよね。で、まあ、年も年なので、治療は、してもいい
っては言われてるらしいけど、してないみたいですけど、まあ、そんなこんなで、沖縄の離島に移住してたんですが、まあ、年も年なので、引き上げる。いつ引き上げておこうかっていう話になってたんですよ。で、まあ、いろいろね、ありまして、それが今年の、まあ、ゴールデンウィーク明けには引き上げてくるっていうことになったんですよ。で、まあ、兄の、お家のですね、隣の物件がたまたま空きまして、こちらに、住むことになる予定でございます。まだ、本決まりではないのかな。一応そこで住むってことで動いてるらしいんですけどね。なのでちょっとね、これからまあ、ほぼ兄貴が全てやってくれるんですけれど、こんな感じ。多分これが濃いイチゴの意味だと思う。まあね、そういう話もありつつね、今後兄貴がどう、両親をサポートして、こっち側に帰ってくるのを手伝うかとか、こっち側に帰ってきた後の生活どうなるとか、そういうのは、話しておりました。いただきます。あら、美味しい。美味しい。うん。これ、クリームがいっぱいな分、綺麗に食べれないかも。美味しい。いちごの酸味がすごく体に染みます。なんだろう、酸っぱいものが欲しかったのかな。もしかしたら、妊娠したかもしれない。田中さんの誕生日、はい。いや、ゴールデンウィークは、まだ向こうにいますよ。ああ、すみません、ありがとうございます。なんか、ゴールデンウィーク中にいろいろ、知り合いが沖縄日本に訪ねてくるので、その人たちに挨拶をして、もろもろ終わってから、ゴールデンウィーク明けてから、引っ越しっていう予定だそうなので、すいません、大口でもないけど、させていただきます。うん。モンテール。いちごスイーツ専門店、いちびこ監修だそうです。うん。甘酸っぱいいちごの味わいを贅沢に楽しめる。いちご好きのためのいちごスイーツだそうです。はい。確かに美味しかった。皆さんこんばんはでございます。スイーツはやはりありですね。そうですね。スイーツがないと、ちょっと待ってね。明日はザクの日。ああ、そっか。ザクの日か。3月9日。ガンプリトリトリのこだわり聞くの個人的にとても楽しい。そうなんです。こだわりっていうかね、凝ってしまうと時間がかかるので、つぐみにしてるってだけですよ。ちびこを知ってる人も、モンテルは相変わらず人気。はちみつさんこんばんはでございます。出遅れてないですよ。ただ今シュークリームを食べただけですからね。マサオさんもこんばんはでございます。かじくんありがとうございます。金沢ありがとうございます。金沢も行きますよ。また、なんだろう。金沢は、会場としてなんかすごくやりやすかったイメージなんだよな、そこ。ただタバコ吸うのに、階段が上り下りしなきゃいけなかったから、それが大変だったぐらいかな。まあね、今年ね、
ちょっとうちの方でいろいろ動きがあるので、本当はね、ちょっと、来月、自分も沖縄に行って、その荷物の整理とか、そういうのを手伝う予定だったんですけど、とりあえず兄が言うには、兄の家族で行くから心配するなということで、甥っ子たちが沖縄行ったことないので、引き上げる前に一度でもちょっと沖縄に連れてってやりたいっていうのもあったらしく、兄の家族4人で行くみたいです。自分はこっちで、できることがあれば手伝うよとは言ったんですけど、何ができるやらって感じですね。どうなれら、もう本当ね、2人とも80超えてますんで、どうなるやら、環境の変化で疲れてしまわないかとか、いろいろ心配ではあるんですけれども、ある程度というか、バリアフリーな一軒家なので、ちょっと心配はないかなっていうのはあるんですけど、言うてもそれでもね、お家に行くまでに階段ちょっと上がらなきゃいけない、そこにあったり、寝室、リビング、トイレまで同じフロアでバリアフリーで行けるけど、風呂は別の階にあるっていう、ちょっとね、そういうのも心配なんですけどね。で、一応これモンブラン、プチモンブランでございます。無水バターサンドを食べた。これだめだそう。もうね、本当いろいろ美味しいものを食べましょう、みんなで。いただきます。モンブランのケーキがなかったんですよ。普通にうまい。なんか変に凝ってない分、ストレートにうまい。これプチじゃなかったらよかったな。プリン具合もキャラメル具合もめちゃめちゃうまいよ。なんか、これは初めて見たけど、ロングセラーだそうです。プチモンブラン。もし見かけたらお試しください。美味しい。すごく軽いです。すみません、ありがとうございます。モンブラン食ってるだけなんで、ゆうきさんにまた言われちゃいます。食べてるだけで何もしない配信って。なので、5月中旬ぐらいに1回、親族集まってって感じで、お帰りになるのかな沖縄から引き上げてきて、新生活スタートになりますね。みんなでこれからも頑張っていきましょう的な集まりはあると思うんですけど、とりあえずね、ツアー前に、みんなで集まって、話をしましょう的な、そういうのは言ってましたけど、本当ね、いろいろちょっと物事無事に済んでほしいなというところではありますね。やっぱ少ないな、これ。プチだもんね。そりゃそうだよ。ありね。80代だと荷物まとめるのも大変。そうなんですよ。高いところにある荷物とか、そういうものは、兄が行くまで触るなと、兄が言ってあるそうなので、ちょっとね、無理はしないでね、ということで、手の届くところ、で、簡単に
掃除ができるようなところだけ、やれるところはやっといて、あとはもう、兄貴が行くまで待っててね的な感じになってるみたいです。だから、今、親は沖縄のその離島の村営住宅に住んでるんですけど、もう、日々の暮らしは基本1階で全部できるようにしてて、ね寝食全部1階にして、必要がない限り、極力2階には行かないっていう形にしてるんですよね。2階にでかい、寝室にベッドがあって、その上の、天袋というか、押し入れ物置とかね、物を出すのも大変だろうから、そういうね、何かあっても困るから、とりあえず2階はもう触らないでっていうふうには言ってあるそうなんですけど、離島な分ね、ちょっと行き帰りが大変なので、余裕を持って1週間ぐらい行かなきゃいけないんですよ。天候によっては船が出なくて、沖縄本島に缶詰になるかもしれないし、島に渡れても今度島から出れなくなるかもしれないのでね、ちょっと多めに休みを取らなきゃいけないんですけど、その、1週間なり何なりの工程の中で、極力荷物選別して、いろいろ必要な準備はするみたいです。はい。だから自分も、必要があれば行きますよとは言っておきましたが、もしかしたら自分が行くことで邪魔になるかもしれないですけどね。私荷物選別っていうか、特に人のものはバンバン捨てちゃうからね。自分のものは多分持ってってはいないと思うんですけどね、親もね。だから、もしかしたら自分の小さかった頃のアルバムとかは持ってってるかもしれないですけど、うちの上の荷物っていうのが分散してまして、東京の方にですね、母親の方の実家があるんですけども、そちらにもその両親の荷物があるんですよ。そちらの中に多分、もしかしたら自分の子供の頃のものとかあるのかもしれないので、そういうものも含めてね、なんか荷物整理が必要な場合は、喜んでいきたいなと思いますけど、家族一同でパーティー、親が全然元気であればパーティーとかするかもしれないですけどね、一応、今週日本本土に戻ってきました的な感じで、沖縄もう30年なんのかな、何年なんだろう自分が、大学卒業して帰ってきて音楽学校行って1年生の途中だっけな、1年目かなんかで行ったんだよな。結構早めに行ったので、20年は経ってますよね。自分が音楽学校を卒業したのが2000年でしょ。だから98年に日本帰ってきたんだよな、俺な。だからまだ30年は行ってないけど、26、7年ぐらいかなになってると思うんですけど、ずっとね、そこでから沖縄の離島にいて、久しぶりの本州期間でございますよ。年を取るとその環境の変化に体が慣れるまでに時間がかかるでしょうけど、特に沖縄だと冬でもそこまで寒さねひどくならないですから、越してきた最初の冬は気をつけてほしいなとは思いますね。いろいろね、そこの物件っていうのが、年を、持ち主の方が、言ってみたら、ついの住みかにするために、バリアフリーに改造して、一人で住むっていう予定だったお家だったらしいんですよ、もともとね。
それが、その予定がなくなって、空いたから、どうしようかってなってる時に、うちの兄が物件探してるっていうのを聞きつけて、どうだろうかみたいな話になったみたいなんですよね。だからもう本当ラッキーでしたよ。なかなか近所でっていうかね、その目の届くところに物件がなかなか空いてなくてというか、いいところがなくて、で、兄貴たちが探してた一番良さげな物件が、70代までの物件だったらしく、なんかね、その後期高齢者用の物件って大文句だったらしいんですけど、新規契約するのに70代までっていうね、そういう、あららら、あらら、ギリ無理じゃんっていうね、そういう物件だったりね、なかなかね、どうしようってなってたところに急展開で決まりましたので、それはちょっと良かったなという。すいません、ちょっと、燃料補給をしたいと思います。でもね、スーパーで、本当ね、買ってこれなかったんで、スーパーでっていうか、コンビニで買ってこれなかったんで、ケーキをスーパーでゲットしてきました。ケーキ2つ。まあね、まあ、今後どうなるかわからないですが、まあね、なかなか、沖縄となると私もなかなか会いに行けなかったので、今後はちょっとね、まあ2時間3時間ぐらいで行ける距離なので電車乗り継いでいけば、積極的に会いに行こうとは思いますが、はい。いちごのショートケーキと、簡単に言うとチョコレートケーキ。なんか前までそのいちごのショートケーキとチョコレートケーキのセットがあったはずなのに、最近見ないんですよ。なんかそれぞれ2つずつみたいな感じのセットしかなくて、まあ、これはもう、じゃあそれを2つずつ食えってことだなという、メッセージとして受け取りましたので、私、そのね、お店側の意向を無駄にしたくないので2つ買ってきました。いやー、そういや、この前の再生画さんたちとの飲み会でも、スイーツ食べてるだけで、なんか、喜んでもらってって言われたな。まあね、いつの間にやら私の配信は本当スイーツを食べる配信になりましたよね。いつからなんだろう。アーカイブ見てる方、覚えてらっしゃいます？私はいつからこんなスイーツを食べる男になったんでしょう。まるでね、なんか自分がスイーツばっか食ってるような印象を与えてしまいますが、普段食べないですからね。ケーキとか。ことのことがない限り。ああ、もう。これそんなね、甘いもの好きなわけじゃないからね。その前からなんかスイーツを食べる人として定着してしまいましたが。ね、交互に行った方がいいかな。てか、今回ね、2つずつあるので、交互に行かなくても、ああ、ザクがこけやがる。交互に行かなくても、1個ずつ
1個目、ショートケーキだけ食べて、2個目にチョコだけ食べて、やっても交互になるんですよ。配信者スイーツ爆食い。もう配信ね、その皆様の期待に応えるためだけに、私は食べてるんですよ。本来私はもうそのスイーツが好きなわけじゃないので、もう無理して食べてるんですよ。買いに行くのがめんどくさい。じゃあもうウーバーで頼みましょう。交互食べやめて、交互食べは何はしたないですか？ただ配信でスイーツ情報を仕入れてるんですが、すいませんね、ちょっと今日は、コンビニスイーツじゃなくて、スーパーで申し訳ない。食べづらい。ショートケーキでございます。いただきます。紛れもないショートケーキだ。美味しいね。なんか、幸せを感じるよ。結局、交互に食べてるよ。だってチョコも美味しいって絶対わかるじゃん。うまい。なんか久しぶりのチョコ。この前ね、大量にいただいていたブラックサンダーもウェハースも食べきっちゃったんですよ。いや、お家にね、チョコが全くなくなっちゃったんでね。めっちゃ、なんかすごく久しぶりのチョコって感じる。やっぱチョコは美味しいね。味がわからなくなるからここ食べ。そういうことですね。それはね、なんだろう。濃いものと薄味のものを交互に食べると分かんなくなるかもしれないけど、どちらも主張が強いとどちらも美味しいですよ。山崎のよもぎ大福を食べました。よもぎの風味バッチリ。中身もバッチリ。よもぎもさ、よもぎ餅なのによもぎの風味とかしないやつあるじゃん。俺が安いの買いすぎなのかな。あれはないよね。別に私よもぎそんな好きじゃないですけど。素材の風味が生きてるのって美味しいよね。お団子も最後に欲しいですね。届けてください。やっぱりなんかチョコって幸せになるね。最近たくさん食えなくなってしまったのね。母が一回食べてね、また見られて嬉しいですよ。なんかね、ほんとたくさん食べれなくなりますよね。ホールケーキ食ってた頃が懐かしい。ウーバーこの辺にいるのかしら。そのご家族、もし暮らしていらっしゃるんでしたら、ご家族に、今日は、今から君はウーバー職員だ。何々、どこどこで何々を買ってこいって言えば、それでもう大丈夫。チョコのシュークリーム、ただいま美味しくいただいてます。いいですね。チョコのシュークリームもいいですね。いいかもう本当、クリームが美味しいよ。コーヒータイムに入れた。いいな、チョコ。純粋にチョコなのかな？コーヒー、合うよね、チョコね。紅茶も合うけど。倒れた。夜中なのにケーキ食べたくなる。夜中だからこそ、ケーキを食べましょうよ。
あ、イゴがちゃんと本物が乗ってるといいね。すごくさっぱりする。なぜかチョコ食ってる私。考えちゃダメよ。うん。体が欲してるってことです。ミックスナッツがあるのでナッツで我慢します。本当に我慢するの？これはもう、なんだろう。まあ、もしご家族の方が寝てたとしても、耳元で、君は、ウーバー配達員だ。今からケーキを買ってこいって言えば、耳元で何回か支えてれば、パッと起き上がっていくかもしれないよ。うん。なんかもっと濃いチョコでもよかったな。売ってないから仕方ないんだけど。ジェシーチョコレート。風のカラフルマウス。そういうのが。ていうか皆さん、おしゃれなスイーツをいつも知ってますよね。知ってるし食べてますよね。なんかコンビニスイーツで満足してる私が恥ずかしゅうございますが、コーヒーがしみる。美味しい。ね、ほんとこの差し入れ、今かろうじて、差し入れがですね、ナッツが少し残ってるぐらいなんですよ。本当に。なのでね、それを細々と食べてるんですが、もうやっぱりね、こういうね、やっぱ甘いもんがいいね。しみるよ。甘いもんは大好きなんですよ。でもスイーツはそんな好きじゃないんで、好きじゃないというか得意じゃないので。今日電波悪い。あら、どうなんでしょう。呪われてるんですかね。バレンタイン時期にいろいろ買いだめしだす。あら、バレンタインだといっぱいなんか普段見たことないようなやつも出てくるもんね。ね、スマホがあるので家族間は無料で Uber 利用し、もう、なるほど。チョコパイの気まげでバージョン。あら、みんないろいろ知ってらっしゃる。美味しいですよ。この時間に食う甘いものって最高ですよ。いちごください。あげない。あ、崩れちゃう、崩れちゃう。そんなこと言ってると見かけた時にスイーツつけますよ。それは困るな。なんか、落語のまんじゅう怖いみたいになってるけど、スイーツ怖いって言っとけばみんなからスイーツが来るみたいな。なんだろう。幸せです。その前のその兄貴に会った時の外食が本当に久しぶりに外食だったので、新鮮でした。まあ、普段私食べないからね。1日1食だから、昼に食うっていうのも新鮮でしたけど、海鮮丼食って、まあ、昼からやってる居酒屋さんで、ランチメニューで頼んで、そこはタバコが吸えなかったので、タバコの吸える喫茶店に移動して、
ケーキセットを食べてみたいな。で、私はですね、何食ったんだっけな。あっという間に食ったから覚えてないな。あれショートケーキ食ったんだっけな。なんか、レアチーズだっけな。忘れちゃった。兄貴はモンブラン食ってました。結局、4時間か。4時間ちょい、喋りっぱなしでしたね。まあ、いろいろね、まあ、お互いの仕事の話もそうだけど、お家の話以外にも、いろんな話をして、楽しかったです。で、その日夕方帰ってきて、まあ、なんだろう、せっかく出かけたので、兄と別れた後、私は買い物に行ったんですけど、まあ結局何もまた買えず、で、最寄り駅着いて、スーパー寄って、スーパーで野菜ジュースを大量に買い込み、で、お家帰って、ベース弾いたりなんだかんだして、晩飯食ってですよ。ぬくぬくのホットカーペットに横になったらですよ。気づいたら寝てましたね。寝落ちして2時間か。目が覚めて、寝落ちしちゃった。でも起き上がれないってね、結局朝を迎え、で、昨日ですよ。昨日はもう引きこもるって決めてたので、ベースを弾き、必要なことをし、筋トレをし、飯を食い、美味しかったで横になって、ホットカーペット気持ちいいと思ったらまた2時間寝てましたね。2日連続でホットカーペットの上で寝落ちしたおかげか、花粉症が良くなりましたおかげなのか。すいませんね。いちご美味しかったです。はいなんかね、ホットカーペット、こたつもそうだけど、あれは人間をダメにするね。あの暖かさはね。特にさ、ご飯食べて、消化に全神経というか血液がいくわけですよ。消化をするために、もう私の体の中の全ちっちゃい細胞の俺がですね、一生懸命ここら辺に集まるわけですよ。そうするとね、他の機能が、低下するので、それは横になりますよ。で、横になった時にね、あったかいホットベッドの、ね、ぬくもりを全身に感じると、それは寝ますって。今日もホットカーペットで寝落ちして何回か目が覚めるんですよ。私どこで寝ても結局1時間半から2時間で1回目が覚めるので、目が覚めてまたやっちまったと思って、起きて歯磨いてですね、もう寝る準備してで、つけっぱなしだったパソコンを消して、
もう寝れるってなった時に、何を思ったか、私そこでまたホットカーペットの上で寝ましたからね。で結局朝になり、同じことを繰り返して、目が覚めて、一回寝たからもう一回歯磨かなきゃみたいな。で、歯磨いてっていうホットカーペットに横になって寝るを繰り返して、最終的にベッドに入ったのが、9時だっけな。2日連続、床で寝起きするのはいかんなと思ったので、最後最後の睡眠だけはベッドで寝ようと思って、ちゃんとベッドで2時間寝て、でなんとかね、11時ぐらいに目が覚めて、そっから部屋が寒いからエアコンつけて、家が温まるまでゴロゴロとベッドの上で、YouTube 見てました。もう出かけない、何も急ぎの仕事がない時っていうのは、目覚めてから、ベッドから出るまで1時間ぐらいゴロゴロとしてますよ、私。ダメですね、本当にね。でもまあ、それでもですよ、結構な、すみません、ありがとうございます。何もしてないのにありがとうございます。なんだかんだしっかり寝たおかげか、合計で多分8時間以上寝てるので、そのせいもあってか、それまでズルズルだった、もう兄に会ってる時はね、完全に鼻詰まって鼻声で、あんなズルズルだったんですけど、ベッドでは寝てないけれども、合計の睡眠時間が8時間ぐらいは取れたから、この2日間で、だいぶね、鼻が止まりました。目のかゆさとか、だるさとか、そういうのもなくなったし、ただね、ちょっと空咳が出るようになってて、そこだけはあれですけど、でも本当にそれまでは、もう本当に鼻が真っ赤になるぐらい、ずっと鼻かんでましたからね。ホットカーペットで寝るから空咳出るのさ、その通り。アイクスさんは正しいと思います。でもね、ホットカーペットで寝ると気持ちよかったんですよ。お団子は来る。ウーバー配達員がそろそろ到着するかもしれないね。スーパーに行ったらそらお団子を買うさ。何言ってんですか、当たり前じゃないですか。でも今回ね、これしかなかったんだよ。これしかっていうかね、いつものみたらしセットがなかったんだよ。なので、仕方ないです。しっかり休めて高さんの調子が良くなるのが一番。ね、本当健康が第一だなっていうのは思います。本当に。なんかね、子供の頃、小学校の頃って本当に病弱というか、よく風邪はひく、お腹壊す大変な子だったんですけど、年々丈夫になってまして、で、まあ、年を取ってからはですね、年に1回、インフルとかインフル張りの、風邪とかそういうのはやるようになりましたけど、それ以外は基本健康ですね。いやー、さあ、ね、いつものお団子ね、美味しいんだけどさ、知ってるかい、このお団子食べるとなくなるんだぜ。悲しいよね。もう安定の美味しさでございます。素晴らしい。やはりお団子来ましたね。今日配信ありがとうございます。いや、そんなことないです。こんな配信にお付き合いいただきましてありがとうございます。やっぱこれが最高です。
ライブツアー始まったら、お団子を食べる日がまた来ますね。どうでしょう。それは、私が差し入れをしてくださいって誘ってるってことですか？そういうことはないですよ。咀嚼音失礼します。まあ、できれば、今度は、なんだろう、ね、真空パックされたやつではなく、お店で焼きたての団子を買ってみたいなと思いますね。どこまで違うのか。待ってね。今回、ちょっと確認してなかったけど、ちゃんと X にも出てたね。よかったよかった。通知が出てるのかどうかを、いつも開始直後に確認してるんですけど、今回してなかった。なんだかんださ、レア君、酔いどれキャス見てると、毎回なんかバタバタしてるからさ、心配になっちゃった。海苔を巻いてるお団子、こちらでは店頭で見かけたことがありません。そうなのね。これって、全国共通だと思ってたけど違うのね。ちょっと待って。プロデューサーからメールが来ましたよ。某所では、ちょっと言ってたんですけど、ツアーのね、情報がこの前解禁されたじゃないですか。でも日程だけだったでしょ。で、追加情報として、食べながら喋るなってね。いわゆるツアーの詳細情報ですね。これは何だろう。言ってみたら、チケット料金とか、天候情報とか、そういう詳細ですね。そういうのが、日曜日にはまた出ますよっていうのを某所で言ってたんですよ。某ミクシー2というところでね。で、それの内容、どういう内容を発表するかっていうのが連絡がずっと来てなかったんですけど、今来ました。もう最新ホットニュースでございます。内容はここで言ってしまうと私、各方面から袋叩きにされてしまうのであれですが、明日のですね、明日9日のお昼の12時に情報が、ツアー情報のさらなる詳細が発表されるとのことでございます。それだけは言ってもいいでしょう。本当ね、声カスカスになったでしょ。全部これあれですよ。私の老いによる痰が絡んでるせいです。なので明日9日お昼12時に、公式サイト、公式ツイッター等で確認していただければと思います。で、そうです。まだ映像作品 DVD のことだよね。に関しては発売日等々の情報とかそういうのは出てないみたいですね。今後、映像作品に関しましても詳細は近日発表ということなのでお待ちいただければと思います。多分、もろもろもうチェックは済んでるはずなので、私も、映像この前確認しましたので、いろいろ準備は整ってきてるはずなんで、
遅くても5年以内には、2年以内かなには販売されるんじゃないかと思いますので、楽しみにしていただければと思います。磯辺のさ、適度な甘辛さがいいんだよね。で、その海苔の香ばしさとか。食べたくなったかい？あったこい。美味しい。ツアーより後に販売。それだと面白いよね。発売記念とかして発売されてないのにやるっていうね。っていうかね、映像作品のそのパッケージもどんなのか知らないからさ、なんとも言えないんだけど、多分楽しいものになると思います。多分。どうなんだろう、その DVD 作品、映像作品に求めてるものっていうのは、それぞれ皆さん違うと思うんですけど、すみません、ありがとうございます。本当、なんもしてないんでね。見応えはあるんじゃないかと思いますね。あくまでも確認用の映像しか見てないから、パッケージされた商品が、どこをどうカットしてるかは分かんないですけどね。でも、自分は見てて、ものすごくこう、当日の雰囲気だったりっていうのをすごく思い出せるいい感じになってましたので、そうですよね。画面2つでやってるとね、わけわかんなくなるんだよ。いつもね、この配信ツールがあるこっち側をメインに確認してるんですけど、たまにね、サイトの方、ツイキャスさんのサイトの方を確認しないと、不具合が出てたりするんだよね。大丈夫だよね。はい、すいません。なので、これまでの作品に比べて、映像作品に比べてどうかっていうのは分かんないですけど、今回も見応えがあるんじゃないかと私は思っておりますので、はい。皆さん欲しい回、ピントがあったよ。この、テリッテリな食べたい回、買ってこい。美味しい。やっぱ団子っていいね。餅はいいね。私で登って滑ってしまったし、あれ採用されんのかな採用どうでしょうね。製品版で映ってるかどうか。そもそも製品版で私が映ってるかどうかわかんないですけどね。それはね。こっちでも見かけない。あら。なんだろう。磯辺系の団子ってのは特殊的なものなの？大阪にもあったよな。なんだろうね。磯部が人気な地域とそうじゃない地域があるってことなのかな。私は運よくこれまで住んだところは全て売ってたので定期的に食っておりますが、美味しい。今日はねこれだけなんですよ。悲しいね。ちょっと最近もうちょっと
染め直しをして、染め直しっていうかな、染め直しかしてないんでね、白髪はだいぶ目立ってきちゃって、だいぶ落ちたからさ、キラキラ光って見えるのは白髪です。一応来週ね、美容室に行くんですよ。でもそれは矯正だけだから染めるわけじゃないので、ね、しばらくまたみすぼらしく白髪がいっぱい出てる状態のキープしなきゃいけないんですけど、もうね、本当にね、この白髪がなくなってくれれば、今、なんだろう、エアマニキュアを使って赤色にしてますけど、なんだろうね、白髪がなければ黒髪のままでしたからね。やっぱね、結構賛否両論、この髪の毛の色もありまして、やっぱ黒髪の方が良かったっていう人もね、一定数いらっしゃいますからね。昔の写真を、若かりし頃の自分を見てると、やっぱ黒の方が綺麗に見えるなっていうのはありましたね。あと、年齢もあって、髪がだんだん乾燥気味というかパサついてきましたので、昔ほどツヤがないっていうのがね、ちょっとね、なんか黒髪だった頃、髪の毛ツヤツヤだったなっていうのを、過去映像作品を見て思ってました。あの頃は若かったと。もうあれから49年。いやー、そら、髪もボサボサになりますよ。矯正かけるとエアマニキュア落ちますよね。まあ落ちますよね。まあだから矯正かけた後、何回か、風呂入って頭皮が落ち着いた頃に、スケジュール的に余裕があれば美容室でやってもらうんですけど、めんどくさい時とか時間がない時はもう自分でやっちゃうんですけどね。そっから大体白髪が目立たないのは1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月半ぐらいから、まあ伸びた分のなんだろう、根元の白髪が目立つからっていうのもあるけど、やっぱり1ヶ月半くらいしか持たないかな。だいぶ落ちるのが目立ってきてみたいな。染め直ししない。なんかね、染め直しもね、めんどくさいんですけどね、でも、白髪が目立ってくると、特に根元ね、一気に、こう、なんか、男のロン毛って不潔に見えてしまうので、極力ね、隠したいですよね。前からのお団子、食べたくなりましたか？食べましょう。今すぐ食べましょう。綺麗になったらそのままにしますね。いや、そう、白髪、全体的に綺麗にもう白髪になるんだったらその方がいいんですけど、ただね、全部白髪になったら、矯正はちょっと無理かなっていうのがあるんですよね。多分今の強さの薬だと、白髪が多分縮れてしまうんじゃないかと思ってね。薬品と熱で。だからまっすぐ、こんな感じにはまっすぐできないかもしれないですね。まあ、全部白髪になる頃、私が、まだね、生きてベースを弾けてるかどうかなんてわかんないですけど。まあね、まあどうなるやら、ほんと綺麗に、全部、まあ全部とは言わないまでも8割方、9割方、白髪になるんだったら、白髪の色をそのくすんだ色にさせないように、何かしらこう、別の色を入れるかもしれないけど、白髪を生かした髪型にはしたいなと思いますね。そんなに癖強なんです。そうです。癖がね、すごく、なんだろう、
いわゆる縮毛っていうか縮れた感じ、細かく縮れた感じではなく、うねりがすごいんですよ。こうね。もう本当にインスタントの乾麺みたいな感じ。もうこんな感じ。だから、いろいろ大変でね。しかも髪が硬いので、こうやって伸ばすじゃないですか。髪が柔らかい人、一番例えて言うんであれば、世紀末のルークさんとか、あの方もくせ毛で、くせ毛を生かした感じにしてますけど、ああいう感じにならないんですよ、自分は。硬めで、うねりがこう強いので、こう伸ばしてるとこういう風になってくる。いわゆるアフロっぽくなれば、それはそれでかっこいいんだろうけど、そうじゃないですよね。本当にね、乾麺って感じ。縮れた乾麺みたいな。難しいところなんですよね。だからね、ああいう風に髪が、少し柔らかければね、その風になびくとかあるんだろうけど、ほんとちょっと茹で始め、少しほぐれてきた袋麺って感じなんですよね。だからね、そこがね、私の最大のコンプレックスなんですけどね、髪の毛っていうのはね。矯正をしてまっすぐになってるからまだいいですけど、髪の毛もね、持ち上げた時に分かると思うんですけど、普通の柔らかい髪の毛の人はこうなるんですよ。でも自分のこうやってね、起きるでしょ。ね、いろいろ大変なんですよ。で、矯正やったところで根元は元の毛なので、やって1週間2週間もすると、ほんのね 0. 何ミリ髪の毛が伸びただけで、次元の強さが出てくるわけですよ。もうね、この長さの髪の毛の、重さに対して、そのちょっと伸びただけで、そのちょっと伸びた次元が耐えちゃうわけですよ。最初の美容室行った3日ぐらいかなは、下を向くと全部髪の毛が降りるぐらい、こう、重力に負けるわけですよ。でも、地毛がちょっとでも伸びると、もうね、こう、今もそうだけど、下向いても、ここは動かないでしょ。わかります？もうここホールドしちゃうんですよ。だから、途中から動くけど、根元が動かないでしょ。それぐらいね、剛毛なんですよ。強いんですよ。だから、髪の毛の長い、柔らかい人がよくやるこう髪をかき上げるとか、それができないです、私。普通の人は、女の人とかもね、短い男の人もそうですけど、いわゆる猫っ毛の人たちとかってこうやってかき上げても戻るじゃないですか、全部。私の髪の毛は戻らないんですよ。ガッてやったら上でステースしちゃうんですよね。で、髪が長い分、矯正かけた部分は降りてくるんですけど、根元が降りてこないから、それは不思議な髪になりますよ。だからなかなかね、だから同じ頭ライブで振ってても、中君の振ってる髪の動きと私の髪の動きって全然違うんですよ。私根元が動いてないから、中君髪全体が揺れるでしょ。私こっからある程度したところからしか動かないから、だから分け目も変わらないし、それは嫌なんだけど、矯正でいくらまっすぐなっても地毛は変えられないから、諦めてはいますが、髪の毛がくせ毛でもいいけど髪の毛が柔らかかったらっていうのは未だに思うかな。
まあね、髪の毛が柔らかい人は、こんだけ伸ばすと、自分の髪の毛の重みで、くせ毛が結構伸びるんですよ。だからそんなに短い間隔で矯正を当てなくてもいいんですけど、かけなくてもいいんですけど、自分みたいにこう剛毛だと、まあ1ヶ月もすれば言うこと聞かなくなってくるので、だんだんね、こう、あっちゃこっちゃいっちゃうんですよ。根元が変な風にいって、そこからこう、不自然にまっすぐなるから、余計矯正をかけてることがバレやすくなったりね。いろいろ大変なんですよ、くせ毛ってね。で、このくせ毛の苦労話をするとね、ドストレートな人がね、ストレートも大変なんですよって言ってくると思うんですけど、そんなこと知らねえよって。そんなくせ毛の方が大変なんだよって言いたくなる。なかなかね。くせ毛のたくさん想像できないです。想像しないでください。想像するのは戦争のない世界だけにしてください。まあ、いろいろ大変でございます。あと、思うのはやっぱり、年とともに髪の水分量がなくなってきたので、パサつきますね。どうしても。めっちゃ引っかかるし。これが老いというものかっていう感じです。ちょっとね、まあ、次のツアーの時に髪の毛をここぐらいまで切ろうかなと思ってたんですけど、それもどうするか、ちょっと考え中なんですよね。まあ、新しくアーシャを取るんであれば、その時に、切るかもしれないですけど、まあしばらく伸ばしっぱだからちょっと変化がなさすぎて面白くないなっていうのもあるんですよね。あとはまあ髪の毛がちょっとね、やっぱここら辺痛みすぎてるのと、なんかね、これはね、美容師も謎って言ってたんですけど、私ね、真ん中のね、髪の毛の真ん中の毛がすごく切れるんですよ。わかるかな？ありますかね？この真ん中の毛がここまでしかないの。この長さに対して。だから、後ろにね、全部髪の毛をやると、こう、なんだろう、シルエット的にこうなるじゃないですか。でも、自分の場合こうなってる。真ん中が開いちゃう。すごいね、切れちゃう。で、なんで切れるかがわからないの。見づらいな。なんか寝てる時になんかね、変に圧力かけてんのかなと思って。枕で切れてるのっていうのが一番自分の疑いなんですけど、でも別に、なんていうんですか、起きた時に枕とかベッドに髪の毛が散乱してるってこともないんですよ。でも考えられるのはやっぱりなんか変にこう圧力かけて擦れて切ってるのかなっていうのはあるんですけどね。ちょっとね、そこが嫌で、後ろから見ると本当になんかね、なんだろう、塩ビの豆の尻尾みたいになってるんですよ。全部こう下ろすと。今こうやって前に出してるからだけど、後ろに全部やった時に真ん中だけスカってるんですよね。毎回美容師にまたなんか真ん中短くなったねみたいな、なくなったねって言われて、この前のねツアーファイナルの時もメイクさんにあれ真ん中どうしましたみたいな感じで言われてね、ちょっと難しいですよね。その長さに合わせるか、まあそれ長さに合わせちゃうと本当ここぐらいまで切らなきゃいけなくなっちゃうんだけど、ちょっとねそれが目立たないようなぐらいの長さにするかで悩んではいるんですけどね。なかなかね難しいっす。シルクの枕カバー、
お高いんでしょって通販番組みたいに言ってみましたが、そんなの私の近場で売ってたっけな。シルクね。まあ肌にでも何にしてもシルクがいいなと言われますけどね。どうなんでしょう。そのかけないとくるくる癖毛なので大変なのから、癖毛はね、大変ですよね。もう、だから冬の乾燥の時はまだマシですけど、乾燥バリバリの冬から春にかけて湿度が上がってくると、もう肌で感じる前に髪の毛で感じるっていうね。湿度上がったんだなっていう。髪の毛ね、乾かしてセットしてはっと見たらもううねってると、湿度が上がってきたなって感じ。ドストレスもうねり癖ができますね。そうですね。年とともにね、髪質って変わりますよね。うちの親父が何歳の頃だっけな、70代だっけな。70かなんか入った時に、癖毛は、私の強い癖毛は親父譲りなんですけど、親父譲りっていうか、親父よりも私の方が強いんですけど、親父も強めの癖毛なんですよ。でも、なんか、全白髪になったあたりから癖が弱くなって、今うねりほとんどないもんな。あと、年を取ると、癖毛も収まってくるのかわかんないけど、でもね、そんな70まで待ってられないからな。この長さも素敵。この長さちょっと中途半端に、長いんですよね。この、おへそまではいかないぐらいの長さ。ちょっと何をするにもちょっと、この毛が邪魔だったりしますね。座ってベースを弾くと、髪の毛本当、アップにするか、後ろにやっとかないと、ベースに引っかかるし、洗い物をしててもね、髪の毛を本当、前に垂らしてると、髪の毛まで洗剤で洗っちゃったりしますし、この前本当悲しかったのは、ローテーブルに、こうやってマグカップで、入れたコーヒーとか置いとくじゃないですか。かがんでコップを取ろうとした時に、髪の毛の先がマグカップにドボンと入って飲めなくなるとかね、そういうこともあるので、長いからいいってことはあんまないかなっていうね。伸ばしたい気持ちもあるけど、収まりがいい長さにしたいというのもあるし、寝るとき2つ3つ編みを良さげ。でも3つ編みにしてしまうとね、その癖がついちゃうじゃないですか。それが嫌なんですよね。いわゆる、なんて呼んでたっけな。自前パーマじゃないけど、こんな感じになっちゃうから。美容室も通われて長いのでしょうか。今の、やってもらってる店長さんに会ったのが、あれ何年だろう。もう多分20年近く同じ方ですよ。上京してきて、それまで、大阪でずっと同じ美容師さんにやってもらってたんですけど、東京来て、宿毛のお店がなかなか最初見つからなくて、結構ね、行く先々でこれは伸びないかもねって言われて断られてたりしたんですよ。で、一回髪の毛をバッツリ切って短くして、上京してきた時こんぐらいだったのかな。で、その時はこういう綺麗な矯正じゃなかったから、横を反って太めのモヒカンの状態で伸ばしてたんですよ。で、いい矯正ができるところが見つからなかったんで、一旦もう本当に単発にしたんですよね。で、そっから探して、何年ぐらいだろうな。もう自分のバンドまでやってた時だから、上京して多分1、2年の話だよな。
まあほんと20年ぐらい、20数年、同じ方です。探してやっと見つけて、ダメ元で入ったら、すごく良くて、あまりにも良かったので、ずっとそこの店長さんにお願いしてる感じですね。うん。そんな長いですよ。最初会った時はね、本当ただのアマチュアのなんか怪しい兄ちゃんでしたけど。まあまあ、うん。いやもし、その今の店長さんが引退しちゃったら、どうしようかっていうのはね、店長さんが引退したらちょっと私髪の毛も短くするしかないのかなって、まあ、運よく綺麗にできるお店が見つかれば継続しますけど、どうなのかなっていうね、わかんないですけどね、まあ、もし見つからなかったらずらかぶってるかもしれないですね。髪で気候を感じるがわかる。癖毛だとわかりますよね。まあ多分、ドストレートの人も、髪の毛がペチャってなって、ボリュームがなくなってきたら、湿気が増えたとか思うのかもしれないですけど、多分ね、癖毛の人はより敏感に感じますよね。歯医者さんも美容師さんも信用できる人だったら、本当そうなんですよ。だからね、歯医者に関しても、基本私外ればっかりで、うちの親父がちょっと良すぎたっていうのもあるんですけど、なかなかね、上京してきて、一時期、この人のとこなら通おうと思ったところ1軒だけあったんですけど、通い始めて2年ぐらいでその方引退しちゃったんですよね。まあお年だったからってもあるんですけど、息子さんが継がなかったので、クリニック自体が閉鎖になっちゃって、そっからね、何回か開拓しようと思って行ったけど、通えるとこがなくて、で、ちょっとね、結構な期間、今、歯医者に行けてないんですよ。行きたいなと思ってるんですけど、お家の周りにね、最寄り駅、前後駅、計3つの駅で歯医者を探したら、もう腐るほどあるわけですよ。その中で、自分としては普通のただの歯科医師ではなく、口腔外科医を探してるんですね。これは、親父の意見だから、これが正解ってわけじゃないんですけど、父親が昔から言ってたのは、親父が引退して、自分の歯を見ることができなくなった時、あと上京する時も言われたんですけど、上京先で歯医者を探す時は、歯科医師ではなく口腔外科もできる先生を探せと、クリニックを探せと、もう技量が圧倒的に違うと、知識も違うはずだと。なので、口腔外科医がいる、その口腔外科医がどうするクリニック院を探せって言われたんですよね。で、探していつも言ってるんですけどね、みんなね、下手なんですよね。本当に。っていうぐらい、なんかね、すごい機材がすっごい最新のものを揃えてるんですけどね、こんなこと言ったら知ってるかもしれないけど、っていう人たちばっかりでね、やり方が今と昔では違うのかもしれないですけど、なんだろうな、スケーリングとか、歯のクリーニングとか、一つにとっても、なんでしょうね、荒いというか、麻酔の注射の打ち方もそうだし、っていうぐらいね、あんまりこれいいなって思う人がいなくて、で、唯一一人見つけた高齢の歯科医師さんが、その方も口腔外科医だったんですけど、すごくうまかったんですよ。うまいっていうか、
スタイル的にうちの父親に似てたんですよね。じゃあここなら安心だと思って通い始めて結構すぐだったので、引退されちゃったので、同じレベルのところがなかなかないっていうかね。で、なんでしょうね。今ね、そのネットで、司会もそうですけど、口コミいっぱい出てくるじゃないですか。なんでしょうね。自分が調べた歯科医院さん、クリニックさんの口コミは、技術云々以前の問題の悪い評判が多かったので、あんまりこの先生がうまい、下手、どうのこうのよりも、それ以前の悪い評判が多いところばっかだったのでね、まず行きたくないんですよね。だからね、みんなその治療には満足してるのかなみたいな、これはさておき、ここがどうのこうのって文句いっぱい書いてあって、そこがちょっと怖いのとね、あと、うちから一番近い歯科医院さんがね、口コミゼロなんですよ。それも怖いじゃないですか。で、結構ね、週1ぐらいで前を通るんですけど、患者さんが入ってることをほとんど見たことがないので、自分がね、通るのが夕方が多いからかもしれないけど、ちょっとそれも怖いんですけどね、でも試さないと、そろそろいい加減いかないとね、本当、歯がなくなってしまいそうな気がするから、なかなかね、昔は、まだ親父が現役だった頃とかは、うちの、ね、親も歯医者でやってるからっていうのを、その通う医院、クリニックに言っておくと、まずボラれない。で、下手なことはしないっていう抑止力があったんですよ。言ってみたら、下手なところに行くと、下手なっていうか、その悪いところに行くと、保険治療内でやってくれって言ってもいろいろあだこうだ言って高額治療されたりとかね、あと適当なことをされて、適当にいじって、じゃあ次回ねでいろいろ引き伸ばされたりすることもあるかとは思うんですね。今どうか知らないけどね。そういう悪徳なのに当たらないように、一応自分の親一石一鳥歯医者である程度分かってますよっていう感を出しとかないと、取られるよとか無茶されるよっていうのを聞いてたんでね、うちの親にね、そういうふうに言っとけって言われてたんですよ。だからね、それで結構ね、やっぱね、言わないで態度が変わってたんでただね、今もね、親父も引退しちゃったからその手も使えないし、で今の時代のその機械、特に東京のクリニック、医院の最新機器揃えたがり版機材だけは素晴らしいところので、昔とまた治療が違ったりするから、手順もね、わかんないんだけどね。ただやっぱね、機材は良くなったけど、技術が下手な人が多いって感じはしますね。たまに助手の方が助手の方が上手くねっていう、ね、先生もいますからね。ただ、そのうち、ツアー始まる前には歯医者に行かなきゃなと思って、いい歯医者に巡り会えるよう、皆さん祈っといていただけますでしょうか。本当に頭の片隅にでいいんではい。もしいい歯医者が、東京の、西側にあるようでしたら、おすすめの先生がいらっしゃるようでしたら教えてください。通いたいと思います。なかなか、すみません、ありがとうございます。もうこんな時間じゃん。だからね、もう、だらだらと喋ってると、今日一応ね、もしもの時のためにベース弾ける準備はしてたんだけどな、すみません、ありがとうございます。もうこの時間じゃ仕方ねえな。ちょっとね、いい歯医者さんに遭遇できるように、ありがとうございます。本当
終わりですから大丈夫ですよ。願ってください。ありがとうございます。すみません。歯は大事だなってのは分かってるんですけどね。結構ね、小さい頃とか、うちのね、父親が、ね、もう、歯医者やってる、院長でやってるからっていうんで、すみません、もう本当大丈夫ですか。30分間延長して。ちょっとね、少し喋るけど、小さい頃から母親や父親にね、歯医者の院長の息子なんだから、ちゃんと歯を磨いとけと。示しがつかないだろって。で、歯が痛くなったらほっとかずすぐ治療しろと。もう、言ってみたら世間体をね、気にしなきゃいけない商売なわけですよ。信用商売だから、お医者さん関係ってね。だから、特に昔っていろいろご近所付き合いもあるからいろいろうるさかったわけですよ。もう言ってみたらボロい服を着てたらあそこの院長先生のところの息子さんあんな格好してるとかね、噂が広まるような地域が密接でいろいろ良かった面もあるけど悪い面もあるじゃないですか。変な噂話がすぐ広まるとかね。だから歯に関してもあそこの院長さんの息子さんは歯直してないとか虫歯が多いとか歯が汚ねとかね、そんなになると親父の信用にも関わるからって言って毎日の歯磨きはもちろんですけど歯の治療に関してはすごく厳しく言われてたんですよ。ちょっとでも痛かったらすぐ言えとか、何かあったらすぐ直しに来いって言われてたんですよ。でもですよ、うちの親父は大の歯医者嫌いなんですよ。だからね、痛くてもちょっと痛かったら自分で直しちゃうんですよ。でも直せない部分ってあるじゃないですか。どう頑張っても手の角度から治療ができないとか、あとすごく痛くなると、うちの父親ってねすごく痛いの弱いんですよ。だからね、歯医者行かないんですよね、うちの父親で。我慢できなくなって知り合いの歯医者に泣きつくっていうね。子供に言ってることと違うじゃねえかってね、本当に。だからね、なんか我慢しちゃうんですよ。なんか子供かっていうね。痛かったら言えとかって怒ってるくせに自分痛いの我慢しちゃってるんですよ。前なんかね、行ってみたら歯医者も、座ってね治療はするけども立ったり座ったりを繰り返すし、やっぱ足に負担がくるわけですよ。で、巻き爪かなんかで足の親指に爪が食い込んじゃって、一時期すごく足が腫れた時期があったんですよ、うちの父がね。で、すみません、ありがとうございます。痛い痛いって言うから病院行けって、母に言われてたんですけど、痛いのが嫌いだから治療でなんか痛くされたら嫌だっつって、本当にね歩けなくなるぐらいまで掘ってたんですよ。その方が痛いだろっていうのに治療して痛いのが怖いとか言い始めて、あの時ね自分小学校何年生だっけな、もう高学年行ってたっけな。で母親に次の土曜日だっけなんだ、週末にね、お父さんを医者に連れてってあげてって一緒に行ってあげてって言われて、一人で行くのが嫌だって言うからって言って、母親呆れてましたけど親父がもうねその靴が履けないんですよ、足が痛くて。片方サンダル履きにして、ほんとすぐ近くのですよ、特にもう長年の知り合いのお医者さんですよに行ってなんと治療してもらうんですけどほんとね、親父みたいな感じでしたね。散々子供になんか痛いぐらい我慢しなさいとか言っといてね、自分はね痛いから嫌だって病院に行かないっていう。で結局爪が食い込んでる部分、爪をね、箇所を
切り落として、包帯巻いてみたいな感じで消毒して包帯巻いてみたいな感じにしたんですけど、なんかね、結局行ってその治療自体は爪を切るだけだったのでそんなに痛くなかったみたいで、なんか行きね、痛いの嫌だみたいな感じで渋ってた親父がですよ、帰りはなんか食い込んでた箇所にその爪がなくなった分だから痛みもないわけですよ。腫れてる分痛いけども激痛が走ってない。で治療もそんなに痛くなかったからか、帰る頃にはちょっとなんかいつも通りの親父に戻ってて、なんかねさっきまでの親父と違うじゃねえかっていうね、そんな感じの、こともあったんですけど、ダブルスタンダードはダメですよ、本当にね。自分、痛み耐性は自分もないとは思いますけど、自分はその痛いからその歯医者が嫌だっていうんじゃなく無駄っていうかね、一回変な歯医者にかかって、何運を言わさずっていうか自分の知らないところで歯を削られちゃって、わけのわかんない治療されたことがあるんですよ。もともとうちの親父は元の歯をちゃんと残す治療をしてたんですけど、一回自分がその詰め物が取れて、駆け込んだ歯医者がたまたま悪くて、技術まだあれだったんですけど説明がないところで、もう気づいたらね綺麗に削られちゃって、もうそのかぶせ物ももちろん使えないし、何をしてくれたんだみたいな感じだったんですよ。でなんか新しいなんか作るからって作ってもらったけど、それが痛いわで腫れちゃって、そういうなんかね、歯が痛くて寝れなくなった時もありますけど、でもそれって虫歯で痛いっていうよりもその歯医者のせいで痛くなって寝れなかったっていうのがあるんですけどね。親父みたいに治療が痛いのが怖いから行きたくないっていうんじゃなく、変なやつに当たりたくないから行けないっていうのがね、そういうのがあるんですよね。いやもう本当いい歯医者もしくは自分がいい歯医者だという方、旦那様奥様が僕いい歯医者だ、いい口腔外科医だっていう方いらっしゃいましたら、通わせてください。本当にね、もうなんだろうね、大人になってわかるっていうか、その他の歯医者に通わなきゃいけなくなって初めてわかるうちの親父の偉大さですよ。周りのね、その大阪にいた時からご近所さんとかいろんな方に、患者さんとかにうちの親父褒めていただいてたんですよ。大阪から引っ越しをされた方もわざわざ県外から通ってくれたりとか、いろんな方がね通ってくれてたんですよ。でみんなすごく褒めてくれて、同じ大阪のね歯科医の先生方もすごい親父をこう持ち上げるんですよ。なんか基本親父が最年長だったからみんな立ててくれてるんだろうなぐらいな話半分で聞いてたんですけど、本当なんだみたいなね他に通うようになってから分かりましたよ。なんかそうか、やっぱ親父ってすごかったんだなと思って。でもなんかね、それが昔は当たり前のレベルだったというか、そんな感じらしいですけどね。特に親父が突出してではなく、いろいろ理由はあるんでしょうけど、だから本当ちょっと、痛いのは仕方ないですよ。だって虫歯だから悪いものを治療してるんだから痛いのは仕方ないんですよ。でもその余計な必要のない痛みを感じることは嫌なんですよね。まっすぐ打つのが下手で痛いとか、治療するのになんだろう、
触る必要のない神経触ってるとか、歯茎まで削ってるとか、なんかね、そういう、本来感じる必要のない痛みを感じたくないだけなんですけどね。まあ、本当に、いい歯医者が見つかりますように、今年は本当そう思います。だからね、そんな感じでございますが、しむさんが行ってるところを紹介してもらいましょう。群馬か。行くか。群馬行くか。本当に。もう6分だ。多分10何分でご飯が炊けると思うので、終わっとかないとですね。もう本当、皆さん歯は大事にしましょうね。私が言えたことではないけど、ちょっとね、いろいろ規制っていうか、条件が変わって、保険治療内でも銀歯以外の選択ができて樹脂製に変えられるってことなので、もう2、3年経ってるのかな、そろそろ私も銀歯卒業しなきゃなと思ってるんですよね。銀歯もね、耐久年齢考えるともうダメなはずなんで、うちの親からね、やっぱり笑った時に銀歯が見えるのはダメだの素晴らしいっていうか、それはなんかみっともないから樹脂製に変えろって言われて、うちのね、親父は結構なんかうまいこと、その詰め物、かぶせ物する時もよっぽど悪ければあれですけど、極力表面に銀歯が見えないような処置をしてくれてて、あとそこまで悪くなる前に治療に来いって言ってくれてたので、本当ね、銀歯はなかったんですけどね、本当東京来ていい歯医者に巡り合わないから、どんどん銀歯が増えていったんですよね。だからね、セラミックは保険治療外だったんじゃないかな。だから保険治療内でやるんだったら樹脂になるって感じですね。ご飯炊けるまでに1曲弾けますよ、きっと。弾けるかねだってもう8分だよ。というかもう2時間超えてるんですよ。私の配信は本来、2時間以内で終わる配信だったんですよ。なので、そういう気づきました。わかんないかな。今日のアハ体験。これまでの背景と若干何かが違います。何でしょう。正解者がいないようなので、今日はベースを弾くのをやめたいと思います。せっかく準備してたのにな。残念。あれもわからないじゃ仕方ないね。いやもったいない。もう弾きたくて指がうずうずしてたのに。そういう感じで、今日も何も本当にゆきさんの言った通り食べるだけの配信になってしまいました。仕方ないよね。ガルさんネタがないんだもんね。俺が悪いわけじゃないよ。ガルさんが動かないのが悪いんだよね。次回の配信なんですけど、おそらく、ちょうどね、その2週間後の22日、私、用事があって出てるので、次は29になるんじゃないかと思います。ゆきさんがなんか2週連続でやるかもとか、各週でやったとしても、ね、その15か22にの金曜に多分ゆきさんやるでしょ。15じゃない、14か21の金曜日にゆきさんやるとして、自分はですね、今月空いてるのが、土曜日が空いてるのが15と29なんですよ。で、2週やるほどの私ネタがないもので、別に29まで待ったところでネタはないんですけど、でも一応ですね、次回は29日を予定しております。はい。もし都合がつかないようでしたら、アーカイブにして見てください。リアルタイムで、見ないから、見逃したからって、何か損をするような配信ではございません、私のは。はい、そんな感じなので。ですね、はい。感じだね。まだピーピー言ってないですよ。多分もうそろそろ言うはずですが、はい。ちょっとね、本当これまでの背景と何かが違う箇所が
3つあります。わかんないだろう。ああ、すみません。ありがとうございます。いやいや、もうこちらこそありがとうございます。もう終わりですから大丈夫ですよ。あれね、はい。そうだな、29日までには、29日やる頃には、映像作品の関連の話とか、他の話も出てるかもしれないっていうか、出ててほしいなと思います。いろいろ話せたらなと思いますので、情報解禁お待ちください。まずは明日の昼ですね。ツアーのもろもろ詳細出ますので、確認していただければと思います。緑色のガンプラが飾られた。この曲のベースを覚えろ。この曲のベースを覚えろ。じゃあまず、なんだろうな。とりあえずまず、デスティニーがフルコーラス歌えるようになってください。準備運動として。では、違いが分からずすいません。たくさん毎回素敵です。ありがとうございます。そう言っていただけると、はい、嘘でも嬉しい。頑張ります。もう、次のツアーはね、6月までには、痩せて少しでも、はい、よく見えるようなシルエットになりたいと思います。では、皆さんもゆっくりお休みになってください。なんか雪が降ったり、ね、まだまだ寒い日が続いておりますので、体調管理みんなでね、お互い気をつけましょう。ね、で、決して床で寝落ちしないように、もう気をつけましょうね。風邪ひかないように。で、美味しいものを食べ、絶対に笑い、ストレスなく、日々を過ごしていきましょう。では、本当に何もない配信ではございますが、お付き合い毎回いただきましてありがとうございます。すみません、ありがとうございます。本当に終わりなので、皆様のおかげで私は、はい、幸せな時間を過ごしております。これの感謝の気持ちは、ライブで、ツアーで返していきたいと思います。はい。その他サイン会とか見ぐりがもしあれば、その時握手に全ての気持ちを込めたいと思いますので。では、皆さんもゆっくりお休みになってください。終わりたいと思います。良い夢を見てください。私はこれから良いご飯を食べて、ゆっくりまったりしたいと思います。ではまた次回、明日は、積みキャスでございます。ガル関係ないけど、積みキャスでございますので、皆さん、在郷との、愉快な仲間たちと楽しんでください。では、おやすみなさい。